さんこんにちは。マリリンとチャッピーくんです。チャッピーくんはね、ちょっとおねんねしちゃったんですけれど、しっかり私を支えてくれております。二人三脚で進めてまいりましょう。皆さんはお元気でしたでしょうか。この番組を視聴いただきましてありがとうございます。だいぶね、寒くなってきましたけれど、寒くなってくるとね、動きがね、鈍りますよね。運動量が低下して同じ量の食事をとっていると、やはり太ってしまう傾向にはありますのでね、無理な食事制限をするのではなくって適切な量を食べて適度に運動するということをしていれば大きくは太らないだと私は思っております。今この番組ではダイエットメニューをご紹介してるんですけれど、今日はね、筋肉増強も考えたねダイエットメニューをご紹介しようかなと思って考えたメニュー、豚もも肉のキャベツ巻きです。キャベツで豚肉を巻くのではなくて、豚肉でキャベツを巻くお料理をご紹介します。梅干し、大葉、貝割れもキャベツと一緒に豚肉で巻いてヘルシーかつタンパク質が取れるおかずを作ります。今日のね、味のポイントはね、梅干しですよ。梅干しはね、クエン酸入っていて疲労回復効果あります。その他血液をねサラサラにしたり、脂肪がつきにくい体にしたり、健康に良い効果があるんですね。あとね、豚肉のもも肉はね、タンパク質が多くて脂肪がね少ないダイエット向きなんですけれど、焼くと硬くなりやすい。なので塩麹を使ってね、短時間漬け込んで豚肉が硬くならないよう下ごしらえしたいと思います。今までの会話の中で材料ほとんどいったかなっていう感じではあるんですけれど、さらりとお話ししますと、豚のもも肉、キャベツ、大葉、貝割れ、梅干しです。和歌山県の南高梅を使います。皮が薄くて肉がねプルプル柔らかい。みかんと蜂蜜で漬け込んだみかん梅。塩分控えめで少しちょっと甘みがある梅です。下ごしらえに使う塩麹、片栗粉、ごまです。胡椒。それでは作ってまいりましょう。レッツクック。テニスのサーブのつもり。ちょっと幅が狭いからうまくできない。はい、作ってまいります。はい、そしたら豚のもも肉です。それをポリ袋に入れます。はい、塩麹です。小さじ1ね、入れます。そしたらポリ袋の中で揉み込みます。よいしょ。はい、これを冷蔵庫でね寝かしておきます。そしたらキャベツのね葉っぱね、これ洗ってきます。手でねこうちぎります。これちょっと芯のところは除いておきましょう。はい、芯のところはねちょっと火が通りやすいように細かく切りました。これね、キャベツ5枚分です。ちぎってあります。はい、そうしたら大葉ですね。大葉はこの茎だけこうカットしましょう。梅は種を取り除く。和歌山産ですね。紀州産の南高梅です。全国の梅の生産量の6割は和歌山県産ですね。梅を叩いておきましょう。はい、あと貝割れですね。貝割れを根っこのところは取って筒の中でねシャカシャカやって、余計な種だけね取り除きましょう。はい、準備は終わっちゃったね。そしたらお肉をですね20分ぐらい漬け込んでありますので出しますね。それでお肉をですね広げます。そしたらですね片栗をねこうお肉に少しつけます。これは保湿効果です。そうしたら野菜を巻いていきます。はい、大葉を3枚。そしたら梅ですね。そしたらキャベツをきれいにやった方がいいのかな。
れでもかというほど入れますね。はい、そうしたら貝割れ貝割れも入れます。それで巻きます。はい、ほら見て、はい、巻いたよ。はい、火をつけます。油ですね。ごま油かサラダ油かオリーブオイルかお好きな油ですね。今日は白ごま油にしました。野菜を巻いた豚肉を入れます。うわ、中の弱にしました。ちょうどだよね、大きさ的には。それで裏返ししてみよう。はい、取れてるのか。ボリュームたっぷりですね。はい、そしたら厚みがあるから横もね焼こう。ブラックペッパーをかけよう。粗挽き。だんだんきつな色になってきた。ほら、野菜は全部ね、生でも食べられる野菜だから、お肉がちゃんと煮えてれば、いい色になっちゃった。ちょっとポジションを変えます。日本ハムの新藤監督じゃないけれど、料理の舞台では私が監督だからね、いろいろメンバーチェンジをして最高のチームを目指す。それでお水をね 50cc 入れて蒸し焼きにする。ちょっと火を小さくします。はい、どうかな。はい、おお、ちょっと裏返ししよう。ちょっとね、これ一つだと一口で食べれないから半分にね切りますね。それで何をしたいかっていうとね、これで置いて両脇の野菜のはみ出た部分を隠しちゃうこれね、蒸したのには2つ理由があって、ちゃんと豚肉に全体的に火を通すことっていうことと、余計な油をね落とすこと。ごまをね振りかけまして、はい、出来上がりです。
豚肉のキャベツ巻きですね。はい、完成です。それでは試食しましょう。ほら、こんな感じでね、綺麗だよね。チャッピーもご飯中で、うわ、すごい。野獣のように食べてる。いただきます。食べちゃったの？食べ応えがあります。それでキャベツがシャキシャキ甘い。あとね、やっぱり梅がいい味出してます。梅と黒胡椒がいい調味料になってるんですね。お肉も柔らかいし、キャベツもシャキシャキ、噛み応えもあってさっぱり食べられる。そして筋肉増強、梅のパワーでアンチエイジングいいとこずくめだわ。まあ大葉もね、いい味出します。ほら、食卓にこれがあるとね、ちょっと華やかで綺麗な色だよね。ということで皆さんも作ってみてください。それではバイバーイ。あれ、食べたら寝ちゃったの？